フォートリック様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回は音を可視化するアコースティックイメージングカメラフォートリックの TD2 紹介したいと思います。わかりやすく言うと音響カメラですね。2から 100kHz までの音を映像に重ねて表示をします。指鳴らしてみますとこんな具合に音が出た部分を瞬時に可視化。エア配管からの漏れ検出に使うのがメジャーな用途のこのカメラ。車やオートバイのメンテナンスに使えないかとやってみました。使い勝手をお伝えしたいと思います。まずは簡単に TD2 の説明から。メーカーのフォートリックはアメリカの会社です。2011年の創業。今回の音響カメラや IR、温度カメラなどセンシング技術を専門とする企業様です。外観はこちらです。ガンタイプの扱いやすい形状。大きさがこのくらい。重量が 775g。前面たくさん穴の開いたこちらがマイク面。64個の高感度メムスデジタルマイクが並びます。中央にはカメラ、上部に照明用 LED が見えますね。まずは使ってみましょう。電源ボタン長押しで TD2 を立ち上げます。使用可能になるまで30秒ほどかかりますね。インターフェースは十字ボタンを中心として5つの独立したボタンから構成されています。それからモニターもタッチスクリーン。説明書を読まなくてもなんとなく直感的には使えます。音を可視化してみるとこんな感じ。机を指でなぞる場面を撮影しています。指がマットに触れた時は画面にポイントが表示されます。そーっとなぞって自分の耳では聞き取れないような音であっても TD2 は検出をします。連続的な音でなくともリアルタイムにしっかりと検出をします。続いて用途として宣伝される空気漏れの検出に使うとこんな感じ。まずは正常な風船を膨らました映像がこちらです。特にどこも音は示しません。一度空気を抜いて1箇所だけ針で穴を開けて再度膨らませたものを撮影してみるとこうなります。1箇所音を示す箇所がありますね。先ほど穴を開けたところです。指を当ててみるとかすかに空気が漏れているのがわかります。これ風船ですから大した問題にはなりませんが、工場のエア配管の微細漏れは塵も積もれば大きなロスとなるようで、大規模システムであれば修正をすることでかなりのコストカットになるそう。空気漏れというと石鹸水を吹きかければ判断はしやすくなりますが、高所であったり強所であったり、配管の場所によってはやりにくいこともあります。水を嫌う環境であることも。そういった場面でこの TD2 有用に使うことができますね。さて、自分の用途、車やオートバイのメンテナンスで実際に使ってみました。まずはタイヤバルブのチェック。音は検出されませんでした。しっかりと機能をしている様子。試しにバルブを緩めてみるとこんな感じに漏れを検出しました。ただこれなら石鹸水を吹きかければ同じ確認はできます。場所が分かっている場合 TD2 に大きなメリットはありませんが、手軽に確認できるというのは良いところ。こちらはタイヤ組み替え時にチューブにエア漏れがないか確認をしています。バルブの場合と違い確認する場所が広いので TD2 を使うとはっきりと楽ができました。続いて試したのが同じくオートバイの空気関連で二次エア吸い込みの検出。スロットルボディやキャブレター周りで正規の通路以外から空気を吸い込んだり吐き出したりしていると途端にエンジンは調子を崩しますが、その箇所の検出って結構面倒な作業となるのです。その検出が可能か使ってみました。吸気通路にあるネジをわざと少し緩めて空気を吸わせ、その周辺を TD2 で撮影してみました。疑似的に作り出した二次エアの吸い込みについてはしっかりと検出がされました。ネジの緩みを検出している可能性を考え、ネジを外した場合も見てまして、そちらでも同じように検出されることを確認しています。実際の二次エア吸い込みはゴム部品のわずかなひび割れなど今回試したものより複雑なところから起こること多いので、実践でこの TD2 が生きてくるかは分かりません。ただ試した感じ、これだけ騒音あふれる環境でしっかりと吸い込みを検出したのでポテンシャルは感じています。
空気の漏れだけでなく吸い込む側の検出にも使えそうということが分かりました。次はどこから出ているのかはっきりわからないイオンの検出。最近私のオートバイフロント周りがなんか変と悩まされていまして、寝かしていくとタイヤが外に逃げていくような感覚がありました。でエンジン切って押し歩きしていますと、どこからかパキンパキンと小さい音が鳴っていたのです。なんとなく前の方から音はするのですが、はっきりここというのは分からず、部品変えてみるにしても一つ一つが高額ですからためらいますし、作業に時間もかかる、困っていたんです。 TD2 を使ってイオンを探した結果がこちらです。音はトップブリッジから出ていることが分かりました。パキンとなった際にトップブリッジあたりで反応が出ています。交換をしたところイオンはなくなりました。ここ何度か目視点検や組み直しはしていまして、しかし異常は見つけられてなかったです。経年劣化なんすかね。 TD2 によって音の出所がはっきりとしまして、原因の部品に気づくことができました。交換してから乗ってみた感じ、タイヤが逃げていくことはなくなり、合成感もしっかり戻ってきまして、見事解決をしてくれました。トップブリッジの交換後に一応ということで TD2 で再度確認をしたところ、対をなすもう一つの構成部品であるステムからもわずかに音が出ているのが見つかりました。普通には気づかないような小さな音でパキンとなっていまして、さらにダメなところを見つけてくれたっすね。こちらも近々交換予定です。原因がはっきりしない、根拠がない状態で光学部品の交換作業ってなかなか踏み切れないですよね。音の出所を可視化する TD2 が生きた良い場面だと感じました。次は車の車内で感じていたイオン。どこから出ているのかはっきりとしないコンコンという小さなイオンの出所探しに使ってみました。シートベルトあたりから音がしていまして、 TD2 で B ピラー周りを当たっていたところ、どうも反応的にその後ろ側のドアパネルっぽく、試しに手で強めにパネルを押し込むと音が消えることが確認できました。無駄にピラー外すことなく済みそうです。音を検出する機械なので、音の発生源と TD2 の間が何かに遮られていると検出はできません。車の内装1ミリ厚程度のプラスチックであれば、裏に何かが当たって音が出れば表面から検出はできますが、厚いもの、例えばこの木のブロック30ミリ幅ですが、裏側でトントン音を出しても表側に反応はありません。導入をして間もないのでいろいろと試している段階ですが、エンジンのイオン探しには使える場合と使えない場合があります。先の虹エアのように表面的に出ている音なら拾えることがありますが、内部から出ている音は位置の特定が難しいこと多めです。結局経験的にここかなという音の裏付けに TD2 を使っている感じ。例えばこの車両はカムチェーンに起因するような音が出ていまして、 TD2 で見てみますと確かにその周辺に音源を示しますので、テンショナーを確認してみるかって具合。こちらの車両は映していますカバーの中からイオンが出ているかなって感じなのですが、 TD2 向けてみてもなんだかよくは分からず、熱いものに覆われた先のイオンはうまく拾えないですね。私の使い方で不便だと感じているのは TD2 で録画した映像に音声が入らないというところです。情報としては持っているのでしょうが、映像に合わせて音を流してくれる機能がないのです。拡張子は .acs というフォートリック独自のファイル形式で、フォートリックの解析ソフトでしか開けません。映像に音が乗りませんので、今回やってたトップブリッジのイオンのように動かした時だけ音がするとか、たまにしかイオンが出ないって時に発生源の特定がとてもやりにくいのです。こちらが TD2 が記録した映像。どのタイミングで音が出ているか耳で判断ができないため、この映像を見ていても何が何だかわからないのです。そのため音を録音するためにもう一つ機材を使っていまして、2つのデータをタイミング合わせて合成するという必要が出てきます。しかもフォートリックの映像ちょっと遅いんですよね。外部マイクやカメラで録音した音に対して 10% くらい TD2 のデータは遅く、またその割合も毎回安定しませんので、音声を合成するのはかなり手間です。やはり音は耳でも聞きたいです。音を出せればさらに使いやすくなると感じました。それから少し触れましたが、解析ソフト、これが使いにくいです。ファイルのドラッグ&ドロップができないとか、
キーボードのスペースボタンで再生停止ができないとか、基本的なところから不満が出ます。また私にとってできることは多くなく、 MP4 形式でのエクスポートや先ほど触れました音声データとの合成などができませんので、撮影した映像を確認したら Windows の機能で画面録画するためだけに立ち上げるアプリという感じです。解析はこのアプリを使わないとできませんので、どんどん進化をしていってほしいと感じています。フォートリックの TD2、 新しい時代の道具という感じでした。値段は20万円。調べてみますと音響カメラとしては異例のリーズナブルさでした。他で見たのは基本的に桁が一つ違いまして、見つけた中では他社品最安でほぼ3倍となる60万円ほど。個人で事業をやっている方や DIY のユーザーにもプロ仕様の優れた製品を使ってほしいという思いから、フォートリックさんは TD2 をこの価格設定としたようです。マイクの数や機能面など現行の上級モデルと比べてしまうと劣るように感じる部分はございますが、お見せしたように様々用途で使うことができました。今後さらに使い込んで新しい用途や使える場面がしっかりと分かってきたら、また報告をさせていただきたいと思っています。フォートリックの TD2、 用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じにログの紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。